空中哲学チャンネルへようこそ。今日は古代ギリシャのプラトンについて語り合いましょう。いきなりなんですけど、あなたが今朝何気なくキッチンで入れた一杯のコーヒー。はい。もしそれが単なる物理的な飲み物じゃなくて、宇宙の究極的な真理を映し出すホログラムだとしたら、どうでしょう？それ SF 映画のオープニングみたいに聞こえるかもしれないんですけど、ちょっと現実離れてますよね。でも決して作り話じゃないんですよ。実はこれこそが私たちが2000年以上にわたって誤解し続けてきたある古代哲学の本当の姿なんです。なるほど。今回の深掘りでは、その画期的な再解釈を提示した資料の著者の方をお招きしています。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。プラトンといえばやっぱりイデア論ですよね。完璧な理想郷がどこか雲の上にあって、私たちの生きる現実はその劣化コピーに過ぎないみたいな。そうですね。学校でもそう教わった記憶があるんですけど、今朝のコーヒーが宇宙の真理だなんてどう結びつくのか全く想像がつきません。無理もありません。従来の解釈だとプラトンって極端な二元論者として固定されてきたんですよね。二元論者ですか？つまり世界を完璧な理想であるイデア界と欠陥だらけの現実界にスパッと切り離して考えた人物というイメージです。はいはい、完全に別物として分かれている感じですね。そうなんです。でも本日は私たちの研究である全体の哲学という新しいレンズを通してその常識を完全にお覆すミッションに挑みたいと思っています。全体の哲学、なんだか壮大ですね。プラトンの哲学は雲の上の退屈な理論なんかじゃなくて現代を生きるあなたの日常の選択に極めてダイナミックに直結しているんですよ。それは面白くなってきましたね。ではまずその常識の誤解というところから紐解いていきましょうか。イデアと現実を切り離して考えることの何が問題だったんでしょうか？すごく簡単に言ってしまうと現実の役に立たないということなんです。役に立たない。はい。実はかつてプラトンの弟子であるアリストテレスも同じ疑問を抱いていて、これを分離の問題として激しく批判したんですね。へえ、弟子から批判されていたんですか？そうなんです。イデアが現実から切り離された別の次元にあるんだとしたら、今目の前で起きている現実の出来事を説明するのに、そのイデアは何の役にも立たないじゃないかと。なるほど。例えばなんですけど、私が家を建てようとしているとして、はい。来るの上に絶対に完璧な家の設計図が浮いているとしますよね。はい。でも私が今実際に住んでいる家が雨漏りしているなら、その手の届かない設計図がいくら美しくても何の意味もないってことですか？素晴らしい例えですね。まさにそれです。設計図と現実の家が完全に断絶しているなら、哲学はただの空想になってしまいますから。確かにそうですね。そこで私たちは、世界を2つの切り離された場所としてはなくて、ダイナミックに循環するシステムとして捉え直したんです。循環するシステムですか？これを理解するために、世界を構成する3つの要素をちょっと想像してみてほしいんですが。はい、3つの要素。はい。何でしょうか？まず1つ目は、究極の理想や原因です。すべての出発点ですね。出発点。はい。はい。そして2つ目が、その理想と私たちが生きる現実をつなぐ橋渡しのプロセスです。橋渡しのプロセス。そうです。そして3つ目が、現実世界での具体的な実践や鉄火です。私たちの研究では、これらを形上性、知識性、そして倫理という言葉の倫理性と呼んでいます。ちょっと専門用語が出てきたので整理させてください。究極の理想があって、それを現実に持ってくるための橋渡しがあって、最後に行動や結果があると。はい、その通りです。そしてここからが最も重要なんですが、これらは上から下への一方通行ではないんです。一方通行じゃない。これら3つの要素は、常に互いを原因としながら、そして結果としながら、車輪のように回転し続けているんですよ。私たちはこれを因果相続と呼んでいます。ちょっと待ってください。回転しているってことはつまり、蔵から完璧な設計図が降ってくるだけじゃなくて、はい。私が雨漏りを直すという現実の実践をすることが、逆に理想の方にも影響を与えているということですか？まさにそういうことです。現実での泥臭い行動とか実践が新たな理解を生み出して、それがまたさらに高い理想へと向かっていく。なるほど。この終わりのないループ構造こそが全体の哲学の核なんですね。いやー、そう言われると、
プラトンが単なる空想家には見えなくなってきますね。でも、彼の有名な善のイデアとか、一般のイデアといった概念たちは、その3つのループにどう当てはまるんでしょうか？では、プラトンの言葉をこのシステムにマッピングしてみましょうか。まず、彼が宇宙の源であり太陽に称えた善のイデア。太陽ですね。はい。これは最初の要素。つまり、究極の理想である形状性にピタリと当てはまります。すべてを照らす大元の光ということですね。それはすごくわかりやすいです。よかったです。そして次が、私たちの研究の最大のブレイクスルーなんですが。はい、何でしょう。プラトンは正義とか美しいといった一般のイデアについても多く語りましたよね。私たちはこれを2つ目の要素、つまり知識性、橋渡しのプロセスだと解釈しているんです。ちょっと待ってください。頭が混乱してきました。正義とか美しさって私たちが目指すべき最終ゴール、つまり理想そのものじゃないんですか？普通はそう思いますよね。それが単なる橋渡しのプロセスだっていうのはどういうことなんでしょうか？ちょっと逆説的に聞こえるかもしれないんですが、私たちが現実世界で何が正義かを考える時のことを想像してみてください。何が正義かですか？例えば、裁判官が複雑に絡み合った人間関係の中で判決を下すとき、彼にとって正義という概念は到達して終わりのゴールではないですよね。確かにゴールではないかもしれません。究極の善へと近づくために目の前の混沌とした現実を整理して理解するためのツールとして機能していませんか？なるほど。正義のイデアっていうのは博物館に飾られている絶対的な美術品みたいなものじゃなくて、はい。現実のドロドロした問題を解決するながら善にアクセスするためのはしごとか翻訳機みたいなものなんだ。だからプロセスなんですね。その通りです。完璧な理解です。そして最後に残るのがプラトンの分有という概念ですね。分有、メタクシスとも呼ばれるものですね。これは現実の事物や人間がイデアに関与することを指すんですが、これが3つ目の要素、倫理性、つまり現実の実践にあたります。イデアの性質を現実が分けて持っているという意味ですよね。でもそれって結局は最初の話に戻りませんか？と言いますと、完璧なイデアの劣化コピーを作っているだけという批判です。なるほど。従来はまさにそう解釈されてきました。でも、先ほどのはしごを使ったダイナミックな循環の中で考えてみてください。循環の中で。はい。私たちが現実世界で誰かに誠実に接したり、美しいものを作ろうと苦心したりする分有という行為は、コピー機で劣化版を印刷することではないんですよ。違うんですか？真偽という抽象的なものをこの物理世界に具体的に引き下ろして実行する、非常に積極的で創造的なプロセスなんです。思考合意、つまり知ることと行うことが一体となった状態ですね。いやー、鳥肌が立ちました。つまり、ただ頭の中で美とは何かとこねくり回しているだけじゃダメで、実際に絵を描いたり、あるいは困っている人を助けるという行動そのものが宇宙の真理をダウンロードして体現しているんだと。はい、まさにその通りです。ただですね、ここでプラトン自身も、そして私たちも大きな壁に直面することになるんです。壁ですか？もし善という巨大な理想があって、私たちがそれを現実で体現しているのだとしたら、現実を生きるあなたという個人の存在意義って何なのかという問題です。確かに。私は人間というイデアを構成する何十億個もある単なる部品の一つに過ぎないのかってことですね。そうです。金太郎飴みたいに切っても切っても同じものが出てくる量産型なのかと思うとちょっと虚しくなりますね。そうですよね。でも実はプラトン自身も晩年ソピステスやティマイオスというテキストの中で自分が初期に構築したピラミッド的なトップダウン構造を自ら解体し始めているんです。へえ、自ら解体したんですか？はい。イデア同士がネットワークのように交わり合う理系の公職とか、あらゆるものを受け入れる空間としてのコーラという概念を提示しました。コーラですね。はい。ここから導き出されるのが1含3、3含1という視点なんです。1は3を含み、3は1を含むという意味ですね。1は3を含み。なんか暗号みたいですね。どういう意味なんでしょうか？すごく簡単に言えば、部分の中に全体が完全に含まれているというホログラムのような構造なんです。ホログラム。リスナーであるあなたという個人は、全体から切り取られた単なる切れ端ではありません。
あなたという存在そのものが宇宙全体の意味をあなた独自の座標を通して完全に映し出しているんです。全体を映し出している。はい。プラトンの言葉で言えば完全な臨在ですね。なるほど。でもちょっと冒頭で私が出した朝のコーヒーの話に戻りますけど。はい、コーヒーの話ですね。私が寝癖をつけながらキッチンでコーヒーを入れているとき、どうやって宇宙の真理を映し出しているんですか？まだちょっと飛躍がある気がするんですけど。では、先ほどの3つの要素のループを思い出してみてください。形状性、知識性、倫理性のループですね。ええ。あなたが朝、今日を少しでも良い一日にしようという意図を持つ。これが理想への思考ですね。はい。形状性の部分ですね。そして、どの豆を使い、どうお湯を注ごうかと思考する。これがはしごとなる知識のプロセスです。知識性ですね。そうです。そして、実際に丁寧にコーヒーを入れ、味わう。これが現実の実践、倫理性です。なるほど。この一連の具体的な行動の中に、実は善へと向かうダイナミックなループが完全に内包されていますよね。ああ、そういうことか。ただの物理的な作業じゃなくて、そこにより良くしようという意図と実践が伴った瞬間、はい。私がコーヒーを入れるという小さなループの中に、宇宙全体の善へと向かうループが相似形として丸ごと立ち現れているんだ。そうなんです。行為の規模は関係ありません。あなたが誠実に選択し行動するその瞬間、巨大なジグソーパズルの単なるワンピースとしてではなくて、あなたというピースの表面にパズル全体の美しい絵柄がホログラムとして輝いているんですよ。いやー、ものすごい視点変更ですね。自分の日常の些細な選択が全て宇宙の真理と直結していると思えたら、世界の見え方が全く変わりますね。本当にそうだと思います。でもここでちょっと意地悪な質問というか、現実的な疑問をぶつけてもいいですか？もちろんです。何でしょうか？もし私の中に宇宙の真理のホログラムがあって、隣の席の同僚の中にも同じように真理のホログラムがあるのなら、はい。なぜ私たちは会社の会議であんなに意見が食い違って言い争いになるんでしょうか？みんなが真理を持っているなら、ぴったり意見が一致して、世界はもっと平和になるはずですよね。いやー、非常に鋭く、そして本質的な問いですね。そこにこそ、私たちが20世紀の偉大な哲学者、ハンス・ゲオルク・ガダマーの解釈学を用いて、プラトンを再評価した最大の理由があるんです。ガダマーの解釈学ですか？ええ。少し考えてみてほしいんですが、なぜプラトンは自分の哲学を何々であるというような論文形式ではなくて、ソクラテスと様々な人々が延々と議論する対話編というドラマ形式で書いたと思いますか？当時の流行りだったとか、単純に読みやすくするためですか？学生時代は結論だけ箇条書きにしてくれればテスト勉強が楽なのにって思いましたけど。多くの人がそう感じますよね。でもガダマーは、それこそが哲学の本質だと言うんです。本質？真理というのは、誰かが一方的に、これが真理だと黒板に書いてポンと渡せるようなものではないんですよ。違うんですね。はい。真理は常に異なる視点や意見がぶつかり合う、問いと答えの行き交う対話の中でしか立ち現れないものだからです。ということは、私と同僚の意見が食い違うのはバグではなくて、必要なプロセスです。あなたが見ているホログラムの角度と同僚が見ている角度は違うんです。それぞれが独自の背景や偏見を持っていますからね。なるほど、角度が違うんですね。ガダマーはこれを視野機、つまり地平線と呼びました。対話と持ち通して、あなたの地平線と他者の地平線がぶつかり、混ざり合うことで、それまで誰も見えていなかった、より高い次元の新しい視界が開けるんです。新しい視界が。これを視野機融合と呼んでいます。視野機融合。例えば、営業部がとにかく早く商品を売りたいと言って、開発部が品質が完璧になるまで出せないと衝突する。はい、よくある状況ですね。これって普通はストレスでしかない意見のズレですけど、実はお互いが違う地平線から善を見ている状態なんですね。まさにその通りです。そして単なる妥協点を探すのではなくて、徹底的に対話することによって、じゃあ顧客にとって本当の価値、つまり善とは何か、という新しい視界が生まれるんです。ああ、なるほど。プラトンの言う善のイデアとは、抽象的な公式ではなくて、そうした生々しい人間関係の中で、今、ここで何が最善かを問い続ける実践地の光なんですよ。驚きました。対話の中で生じる衝突や、自分の中にある偏見って、真理から遠ざかる邪魔なものだと思っていたのに、実は
真理へと向かうためのエンジンそのものだったんですね。そうなんです。対話という知識性のはしごを通して、現実の衝突という倫理性から新たな理想である形状性へと至る。ここでもやはり3つの要素がダイナミックにループしていることがお分かりいただけると思います。いやー、なんだかあっという間にお時間となってしまいました。今日私たちが深掘りした全体の哲学を通してみると、プラトンは雲の上の空想家どころか、はい。泥臭い現実の中で理想を形にしていくための超実践的なガイドブックを残してくれていたことが分かりました。善という理想、はしごとなる知識や対話、そして現実での実践。この回転し続けるループの中に私たちは生きているんです。そして私たちは決してイデアの不完全な劣化コピーなんかじゃありません。一人一人の日常の営みが宇宙の真理を鮮らかに映し出すホログラムそのものなんですね。はい、その通りです。それでは最後に今日の探求を踏まえてリスナーの皆さんに一つの問いを投げかけたいと思います。はい。もしあなたの日常の些細な行動一つ一つが宇宙の真理をこの世界に引き下ろす力を持っているとしたら、あなたが今日誰かと交わす少し意見の食い違う何気ない対話は、どんな新しい地平線をこの世界に生み出すのでしょうか。ぜひこの問いを胸に今日という一日を過ごしてみてください。素晴らしいですね。お聞きいただきありがとうございました。この記事が皆様のお役に立ち、インスピレーションとなれば幸いです。それではまた次回。